ですか。やるはい。場所が今回今何者この部分の滝組はいはいをやろうと思っていて、はい、でちょっと近場なのでちょっと石なんかもちょっと大きめのを使ってはい。ちょっと迫力を出していきたいなと思ってます。ここがどのぐらいなのでここら辺を思いっきり削って、なるほど。はい、家が水に浮かぶようなそういう形というか、ことですね。はい、これも掘ってからの構想というか、そうですね。はい、はい。にはなるんですけど、なるほど。じゃあここら辺ももうかなり下がるってことですね。そうです。ここもぐっと下がって水がここに流れる。で出た土を築山にするという形で土を捨てずにこの大地の中で、はい、景色として見せてるっていう、はい、それ昔のやり方でもあるんで、はい、無駄なく無駄なく。いやでも大規模、改めて見ると本当また大規模ですね。滝になるのが1、2、3箇所あるんですけど、今回はここの場所、ここですね。この場所をやりたいなと。はい。今回がここですね。そうです。
はい、OK。そこです。で天場そっちなソウルの方な、そこ天場に置いてみよう。で高さ見よう。ちょっと切り替えなきゃ。置いてから天場だけ変えればいい。天場だけ上だけほら。天場だけいいよ。ちょっと極端にやりすぎると倒れちゃう。まあいいや、ちょっと教えて。違う。雨ね、ついてないまだ大丈夫。よし、これでよくついてガンガン。ワイヤーも取っちゃっていい？まず一つ一つの石の表情を引き立てる。引き立て方もいろいろあって、全部が正面を向くのではなくて、その横を向いてる姿だったり、その石の良さをこう見せてあげるというか、それがまあ違和感なく自然な姿で、石にのっとってというか、石の表情を見て場所を決めるっていうのが僕のやり方で。大まかな水の流れのラインっていうのは頭の中にあって、ただそのラインっていうのは
図面通りにはいかず、その地形と石の表情、既存樹の向きだったり、そういう配置によってそこに合わせていくような形なので、図面通りっていうわけではなく現場合わせというか、はい。この下とか見ました？いや全然見てないです。はい。この下が結構深く、はウォーターレベルがあって、この水の上に浮かぶ家のような形で、はい、水と家を一体化するような形。ここに水が流れるってこと。そうです。なるほど。外から見るとわかるんですけど、はい。今、石に護岸石にこう光付けしてあって、なるほど。はい、でここを徐々に土を取って流れを作っていくような感じで、で向こうはもう全体池。なるほど。
裏から前に出してみ。尖ってる方を。